こんにちは、よしかつです。今日はバイクのハンドル交換をしていきたいと思います。ついでにスマホホルダーとヘルメットロックも取り付けていきたいと思います。最後までご視聴ください。チャンネル登録と高評価もお願いします。まずは純正のハンドルを一旦外してみたいと思います。キャップを外すと六角のボルト、これでいいね。だからもう一旦これを緩めちゃいます。なんか結構緩いなこんなもんなんか。とりあえずハンドル外しちゃってでバカンって落ちてきそうで怖いからお腹で押さえるあ、意外と動いてこないね。完全に緩めても。そしたらもうこれでフリーになったのでハンドルを取れましたね。一回あっち側に行ってもらいます。よし、じゃあハンドル新品ですね。仮付けしていきたいと思います。だいたいこのスプラインみたいなのが両外でほぼ合うようになってるね。これ矢印が上かな、多分。ぽいですね。外す時にちゃんと見といた方がいいよね。見ないで外しちゃったわ。で片側ちょっとキュッと締め付けてもうとりあえず動かなくしました。でもう一回ちょっとこっち側外しちゃって位置が合ってるかな。もうちょっと右な気がするな。ちょっと来すぎた。こんぐらいですね。合わせ方がね雑でごめんなさいね。そしたらハンドルの固定 OK。これ今奇跡的に合ってんだけど、フォークとハンドルのこの立ち上がりが、平行だとかっこいいかなと。これ平行だね、だいぶ。でちょっとまたがっていいんじゃないですか。だいぶ運転しやすくなりそう。これこの角度で本締めしていきましょう。いろんなものを移植する方が全然大変だろうから。したらしっかり締め付けていきますよと。M6 のボルトだから多分そんなにアホみたいにトルクはかけないでいいと思うんだけど、均等に締まりましたね。よし、じゃあいろいろなものを移植していきたいと思います。さあ行くぞ。各部品をこちらに移植していきます。移植するにあたってはもしかするとね穴開けとかも、もしかするとじゃない、絶対穴開け必要だよね。なのでそこら辺もやっていきたいと思います。まずはねこのエンドを外していきます。どうせ使わないから無理やり外しちゃいますけど、これやっぱりなんかはまってるだけだね。重りも入ってない、ただのプラスチックだからこんな感じだね。切ったね。でこの純正のグリップエンド外してバーエンドか、今回はデイトナのなんかかっこいいやつを買ったんで、これ重いヘビーウェイトバーエンド 117g。 これで振動対策もね、短気筒なんでね振動するんでね結構やっぱり。なのでここら辺で対策をしていきたいと思います。でバーエンドを外したら、その前にブレーキの方が簡単そうだからブレーキを先に付け替えようかな。ブレーキのボルトこれ 8mm かな。 8mm ですね。こう緩める。そもそもがねこれケーブルの長さ多分足りるけどね、高さは変わらず絞りだけ変わってる感じだから、逆に言うとこれ純正のハンドル結構アップハンだよね。これやっぱり両方外さないとめんどくさそうだな後々。なのでこっちも頑張って外しましょう。こっちはこのビスとこのビスかな。バイクって頭がプラスのネジ多いよね。舐めそうで怖いから嫌なんだけどね。なんか外れそうな雰囲気出てきましたよ。ちゃんと長いボルトですね。こっちも外れます。こっち短いね。あともう引っこ抜けんじゃねえかな。ほら取れた。このポッチですね。これがハンドルにこうやって穴が開いてて、ここがね位置合わせになってて動かないようになってる。なんで穴開けはしていきたいと思いますね。じゃあ穴を端からどの位置に開けるかっていうのはもう測って開けちゃいたいと思います。じゃあまず位置を測りましょう。端から、なんでこの微妙なとこに開いてんのこれ。めっちゃ微妙。168ぴったりで逆に開いてるわ。こっち側も168。こうしてこうしてこうしてこの辺じゃないですかじゃあここに穴を開けます。これ何ミリだろうね。5ミリだな。でもこのタケノコドリル6ミリしかないから6ミリで開けます。いきます。よし、穴開いた。ちょっと8ミリが当たっちゃったから面取り加工もされました。で几帳面なんで内側のバリを取りたいと思いますこんなのまさかねプライベートで使ってる人あんまりいないでしょうね。PV 使ってる人いないっすよはい、これで OK。 内側でこっちから多分そのうち出てくるから、これもうバッチリ取り付けできるんで、こやつをねどうしようか。
ハンドルやっぱり仮締めで終わらしとけばよかったな。そうですね。めんどくさいことになっちゃったんでいいんだけど、もうこれ引き伸ばせないもんな。一回外そう。せっかく締め付けたハンドルですけど一回外しちゃいます。ポコッと一回外してこれをススッと刺しておきます。でまたハンドルを戻す。これついたね。なんかちょっと内側じゃない？だいぶ。まあでも端っこにいすぎてもダメなのか。こんなもんでちょうどいい。これさ、絶対貫通グリップじゃないやつを無理やり切り裂いて使ってるよねってことはグリップ交換されてんの？まあいいや、これ穴開け直すぐらいだったらないつでもできるから、今回ねグリップ買い忘れたからとりあえずこのままでいくから、で最悪左はグリップなしの可能性もあるから取れなかったらじゃあこの長いのと短いのを一旦締め付けます。はい、これでスロットルがとりあえずつきました。でそのままブレーキもつけちゃいたいと思います。ブレーキはまあ楽勝ですよ。てかバイクの部品なんか全部向き書いてある。これもアップって書いてあるわ。クリアランスをね自分で取っとかないと、ここなんか当たっちゃったら嫌だから、とりあえずこれ今 4mm ぐらい 3mm ぐらい空いてるけど、そんな感じでつけたいと思います。こんな感じでいいんじゃないでしょうか。やるじゃないか。続きましてクラッチ側ですね。今度じゃあまずクラッチホルダー変えたいんだよな。これまさか刺さなきゃいけない系？これ割れないのなんだよ。じゃあいいや、とりあえずこっちのスイッチ外そう。もう一回。クラッチケーブルは簡単に外せるからそんな絶望することはないと。ダメじゃん、結局抜けないじゃん。これも外さなきゃダメです。抜けるきました。抜けました。でこれまたグリップを取らなきゃいけないんだな。散々格闘した結果切りますでもやっぱりなんかついてたね。とりあえずかぶせとくだけかぶせとくかやっと取れたんで、このクラッチホルダーをね取るために格闘してたわけですけれども、これでノーマルハンドル取れました。でだよ、これまたハンドル取らなきゃいけないパターンのやつですか。穴開けちゃおうか先。ちょっと待って、ハンドル太いぞこれ。ちょっと広げるか。広げといてシュッとほっとよいしょ。はっ、いいんじゃないですか。でクラッチホルダーがまあとりあえずついてると。でこっちはさすがにこのままいけますよと。なんとかつきました。で応急処置でこれつけときゃ完璧だろ。いいじゃないですか。違和感ないですよ。そしたらハンドルに対してもうブレーキの位置はもう決まってるんで、それに合わせる形でクラッチの位置を決めたいと思います。こんな感じでいいんじゃないでしょうかね。もうちょっと外側がいいかな。クラッチホルダーとチョークレバーが当たらないようにね調整をして、なんかクラッチレバーがね心なしかスムーズになったぞ。でワイヤーも問題ないですね。ブレーキもちゃんと握れますし、じゃあハンドルなんとか交換できたんで、次は小物の取り付けを行っていきたいと思います。取り付けるものは北コのヘルメットロック。このバイクヘルメットロックがなさそうなんで、あとデイトナのバーエンド、それからカエリアっていうのがこれバイク用スマホホルダー。じゃあまずはバーエンド簡単なところからつけていきたいと思います。これね、こんな感じ。これは多分最初からついてる方のゴムでいいのかな。良さそうだね。でここ横締め込むと膨らんで固定されるタイプなんで、横締めていきたいと思います。位置はまあぴったりクリップと押し付けていいんじゃないですか。これしっかりつきました。グリップエンドこんな感じでね。やばいこれ締め込みすぎた。スロットルが回らなくなります。スロットルがちゃんと動く位置この辺かなで、まあとりあえずひとまずこれでいいか。次ヘルメットロックをつけます。これつけるとこあるかな。ハンドルのここら辺でいいな、カメラは。じゃあハンドルロックこっち側につけようかな。ハンドルロックじゃない、ヘルメットロック。これはハンドルの色に合わせてシルバーを買ってみた。鍵がバイクのメインキー並みにごついな。これ一緒やん刻印がないだけで。じゃあこれを取り付けていくんですが、これはこのネジを締め込んで一回これを固定して、でするとここがピタッと入ると、溝ね。でこっちからこの皿のロングボルトで留めていく感じで、こうなってこう。ヘルメット盗まれたら走れなくなっちゃうからね。こんな感じでしっかりくっつきました。 OK。 最後これね、まだ開けてもないんだよな。じゃじゃん。本体こんなんですね。ちょっとさ携帯貸して。ピーッとつけてロックすると広がらない。じゃあこれをつけていきます。これですね。でここを一回緩めますと。
でハンドルの太さに応じていろいろ入ってるんで、ゴムがちょうどいいのを選びましょうってことだね。こんな感じで、こんな感じでつければいいかな。で、だいたい真ん中に来てくれればいいんだけど、そしたらこっちを先決めちゃえばいいんだな。ボールジョイント側はいくらでも動くからね。で、だいたいいいとこ来ましたとしたら、これを緩めて微調整すればいいんだね。こんな感じだとメーターもちゃんと見れて携帯も見れると。こんな感じでこれを締め付けました。動きません。してここにこのロックをつけるわけですね。で緩まなくなりましたと。でこのかっこいい86の映った携帯を広がんないじゃん。あ、こっち当たってんの？ダメです。まあ使いづれえけどしょうがない。こんな感じで、じゃあハンドルバーとヘルメットロックと、あとはスマホホルダー取り付け完了しました。今回の動画はこんな感じで以上かな。あとあれか、バーエンドね。バーエンド、これかっこいいデイトナのバーエンド。グリップはそのうち新品に変えます。その時にね、スイッチとかの穴の開け直しもう一回やろうかなと思います。で次の動画はタイヤ交換をやっていきたいと思いますので、ぜひ次の動画もご覧になっていただければと思います。チャンネル登録と高評価よろしければお願いいたします。それでは今回の動画以上となります。さよなら。